ただいまっとワンコです。今回はガチャの景品コロコロコレクションの電子ゲームです。ダイソーや玩具店に似たような感じのミニゲームが売っていたりしますが、このゲーム機はどんな感じのゲーム内容なのでしょうか。この動画ではゲーム内容を丁寧にご紹介したいと思います。最後までご視聴のほどよろしくお願いします。今回のこの電子ゲームはガチャの景品で300円で必ず出てくる代物です。300円とはものすごく安いですよね。カラーは全部で6種類あり、それぞれレッド、オレンジ、イエロー、グリーン、ブルー、グレーとなっています。ただしガチャなので何色のカラーが出てくるのかはお楽しみとなっています。ワンコはオレンジ色のゲーム機が出てきました。ケースの中身はこんな感じ。説明書と本体のみです。本体は古いゲームボーイを極小にしたような感じで思っているようなプラスチックです。ボタンは全部で9つあり、右上からスタートボタン、電源オンオフ、そしてリセットボタン、さらにサウンドボタン、棚には方向レバー4つとローテーションボタンである RO ボタンが1つあります。画面構成はスコアなどの表示が3分の1あり、残りの3分の2はゲーム画面となっています。ゲームはほとんどドット表示の画面で構成されており、一見無機質な内容なんですが、のめり込むと案外面白い内容となっています。また裏面はボタン電池に似たようなものがありますが、こちらはスピーカーらしきもので、この穴から音が流れ出てきます。またこの電子ゲームはボタン電池2個が必要。電池は LR44。電池交換の際は片方はプラス2、片方はマイナス2と交互に入れないと動きません。そしてこちらネジが止められていて、簡単には電池が交換しにくい設計です。これは子供が間違ってこのボタン電池を飲み込まないようにしているためです。サイズですが、縦が約 5.6 センチ、横が約 3.7 センチ、厚さが約 1.5 センチ、重さが約23グラム。また材質はポリスチレンで、電源がボタン電池の LR44 を2個使用しています。 NSR ゲーミング。さて、このコロコロコレクションの電子ゲーム26種類もあるゲームですが、どんなものがあるのでしょうか。今回は一つずつできるだけ丁寧に見ていきたいと思います。まずゲーム A はタンクバトルです。ボタン操作で戦車を移動させ、ロータリーボタン RO ボタンでミサイルを発射、敵戦車数台を撃つとゲームクリアとなります。意外とこれハマるんですよね。 B ピンボール。画面下の左右のレバーを操作し、ボールでブロックを消していき、ボールが下に落ちると1ライフ減り、4ライフ失うとゲームオーバー。一面クリアするたびにスピードアップ、またローテーションボタンを押すと一時的にスピードが速くなります。 C ピンボール2。画面上下のバーを操作し、ボールでブロックを消すゲーム。ボールが上ないし下に落ちると1ライフ減り、4ライフ失うとゲームオーバー。一面クリアするたびにスピードアップします。こちらもローテーションボタンで球が速くなります。 D シューティング。左右のボタン操作で移動し、ローテーションボタンで落ちてくるブロックを消します。ブロックに当たると1ライフ減り、4ライフ失うとゲームオーバー。やらくちゃん風なゲームですね。全然違うか。画面では分かりづらいですが、ミサイルを撃っています。
E、ボールシュート。画面下のバーを左右のボタンで操作し、ボールを弾きます。移動する壁を避け、上の隙間にボールを入れると得点が入ります。ボールが下に落ちると1ライフ減、4ライフ減でゲームオーバー。F、カーレース。左右のボタンで他車を避けます。RO ボタンで速度アップ。面をクリアするたびにスピードアップしていきます。なかなかタイミングが難しいゲームです。G、カーレース2。左右のボタンで障害物を避けます。こちらもローテーションボタンで速度アップします。面をクリアするたびにスピードアップしていきます。H、シューティング2。左右のボタンで移動し、ローテーションボタンで落ちてくるブロックを消します。ブロックが下に落ちると1ライフ減、4ライフでゲームオーバー。操作性は少し難がありますが、他のゲームと違い、これはなかなか爽快なゲーム。I、シューティングフル。左右のボタンで移動し、RO ボタンでブロックの隙間を埋めて、横一列に揃えて消します。ブロックが下に落ちると1ライフ減、4ライフでゲーム終了です。俗に言うクォース風なゲームです。J、キューブスネーク。点滅しているブロックに触れてつなげていく。障害物や画面から外れるとアウト。4ライフ減で終了となります。ちょっとハマる感覚ありなゲームです。K、ブロックジャンプ。移動するブロックを避け、隙間に RO ボタンで1列ジャンプします。ブロックに当たると1ライフ減り、4ライフで終了。クリアで1ライフポイントを獲得し、5ライフポイントでスピードアップ。これ画面だとちょっと見えにくいんですが、分かりづらいっすよね、これ。以上が A から K まで多種多様な11種類のゲームです。後半はテトリスの亜種なゲームが続きます。 NSR ゲーミング。さて、ここからブロックダウンというタイトルで L から Z の15タイトル全てがテトリスを模したゲームばかりが出てきます。似たような内容がたくさん出てくるので分かりやすいようにと勝手に用語にしました。覚えておくと便利です。テトリス、通常のテトリスです。ブロックを回転させて横一列にしてブロックを消すゲームです。逆テトリス、通常なら上からブロックが落ちてきますが、この場合下からブロックが出てきて上で横一列のブロックを完成させて消します。せり上がり、ある一定時間になるとブロックがせり上がってきます。B 変形、ブロック変形、ローテーションボタンを押すとブロックが違うブロックへと変化します。横流れ、上から降りてくるブロックを積むと積み上げたブロックが一つ横に動きます。以上、テトリス、逆テトリス、せり上がり、B 変形、横流れの5つを組み合わせたゲーム仕様となります。では早速そのバリエーションゲームを説明していきましょう。L、ブロックダウンテトリス。言わずと知れたテトリスです。数種類の落ちてくるブロックをローテーションボタンで向きを変えて左右のボタン操作で移動。ブロックを隙間なく埋め、横一列揃ったら消えます。M、ブロックダウン。せり上がり。操作方法はブロックダウン L、つまりテトリスと同じですが、一定時間になるとブロックが下からせり上がってきます。こちらもブロックが上部まで積み上がったらゲームオーバー。N、ブロックダウン。ブロック変形。ローテーションボタンを押すたびにブロックの形が変わるゲーム。
回転できないので難易度がちょっと高めです。O、ブロックダウン、せり上がりと B 変形。ローテーションボタンを押すたびにブロックの形が変形し、さらに一定時間になるとブロックがせり出してきます。B、ブロックダウン、横に流れる。ブロックを積み上げるとブロックが一段横に流れます。9、ブロックダウン、せり上がり&横に流れる。積み上がるブロックが横に流れ、かつ一定時間になるとブロックがせり出してきます。R、ブロックダウン、横流れと B 変形。積み上がるブロックが横に流れ、かつローテーションボタンでブロックが変形します。S、ブロックダウン、B 変形、横流れ、せり上がり。降りてくるブロックが変形し、積み上がりが横に流れ、さらに一定時間でせり上がる。超難易度高めです。さらに次の T からは逆テトリスとなり、さらに難易度が上がっていきます。T、ブロックダウン、逆テトリス。ここからは逆テトリス系で画面下部から出てくるブロックを回転と移動させてブロックを横一列に揃えて消します。U、ブロックダウン、逆テトリスとせり上がり。上部でブロックを横一列に揃えて消す。一定時間になるとブロックがせり上がってきます。V、ブロックダウン、逆テトリスと B 変形。上部でブロックを横一列に揃えて消す。ローテーションボタンを押すことでブロックの形が変形します。W、ブロックダウン、逆テトリスと B 変形とせり上がり。上部でブロックを横一列に揃えて消す。ローテーションボタンを押すことでブロックの形が変形し、一定時間でせり上がります。X、ブロックダウン、逆テトリスと横流れ。上部でブロックを横一列に揃えて消します。ブロックが積まれると横に一つ流れます。Y、ブロックダウン、逆テトリスと横流れとせり上がり。画面上部で横一列を使って消しますが、積むとブロックが横に流れ、一定時間を経過するとブロックがせり上がってきます。Z、ブロックダウン、逆テトリスと B 変形と横流れ。画面上部で横一列を使って消しますが、積むとブロックが横に流れ、さらにローテーションボタンでブロックが変形します。以上が全26種のゲームとなります。レバーボタンが小さいので少し操作性に問題がありますが、ライトにゲームを楽しむならちょうど良さそうです。ドット表示で26種類ものゲームが詰まったコロコロコレクション電子ゲーム。300円ちょっとで暇つぶしにちょうどいいアイテムで遊んでみるのも良いかと思います。